はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。ドルチェ&ガッバーナということで今日はこちらでございます。来ましたね。私も大好きなメーカーさん、ビアレッティ社とドルチェ&ガッバーナのコラボレーション機種が出ましたということでね、今回この4機種をね取り寄せてきました。いや、すっごくね楽しみです。いや、ドルチェ&ガッバーナと組みましたかっていう感じですね。これがねまたねド派手な機種なんですけど、結構その派手さがね意外といいんですよということなんで、今日はね4機種ですねをご紹介したいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。早速見ていきたいと思います。今ねこれ出したのが通常のモカエキスプレスの3カップ用になってますね。はい、で通常のモカエキスプレスの場合はこの6カップ用というのも出ています。ちょっと開けてみましょうか。はい、こんな感じですね。大きさがこんな違いになってます。でもう2機種出てますね。インダクションですね。インダクションというのはビアレティの中でねこう IH 対応している機種というのがインダクションという名前がついてます。インダクションはこの2カップ用と4カップ用ですねが出てますね。はい、全部開けてみました。見てください。この彩り豊かなちょっとねド派手な感じなんですけど、すごくね可愛いっすよね。いいデザインだと思います。だから今までになかった斬新なデザイン、結構ねこの箱も残しておきたいですね。ましたモカエキスプレス通常のね直火でやるタイプのものが3カップと6カップ用と、こちらがインダクション、これね2カップ用4カップ用になってますね。これがね何が違うかと言いますと、これねこういう違いがあります。このね下がねこういうふうにねちょっと形状が違いますよね。こっちの方がちょっと太い感じします。これは IH なのである程度のねこの太さがないと感知しないというか、そういったものでこういった形状になってるのかなと思います。なんかすごくインテリア風な雑貨としてはすごくねいいなと思います。こんな感じでねラインナップが出ておりますね。ではね今日はせっかくなので美味しいねコーヒーを入れていきたいと思います。どれ使おうかなと思うんですけど、せっかくなのでねこの可愛いインダクションの2カップを IH でね、実際にコーヒーを入れていきたいと思います。はい、準備しながらですねちょっと基礎的な話なんですけども、まずね豆ひきます。マキネッタというものは、基本的にコーヒーの引き目というのは細引きから中細引きぐらいになります。よくねエスプレッソっていうと、極細引きみたいなねイメージあると思うんですけど、こういったね直火式のマキネッタに関しては圧力が足りないので極細にしてしまうとねちょっと負けてしまうんですね。なので細引きから中細引きが推奨になります。それってどんなもんなのっていうことで、今回ひいたね豆はこんな感じでねひいてみました。結構ね細いですね。でもパウダーではないという感じですね。もうちょっと調整していただきたいんですけど、これよりねもう少し気持ち粗めでも大丈夫です。今回はこの2カップで入れますけども、2カップというのはエスプレッソ換算で2カップという容量になります。なので1カップだいたいエスプレッソって 30ml 前後ぐらいかなという感じなんですけど、その ×2 みたいな感じです。でマキネッタという機種はそれよりもうちょっと気持ち抽出量が増えるかなっていうぐらいなので、エスプレッソカップで2カップ用という感じの換算になります。通常のねこのインダクションもしくはモカエキスプレスの場合はこのね安全バルブのこの内側を見てもらうと分かるんですけど、このバルブのところの下ぐらいまでがね大体の基準になります。あとはねそのお好みによって水をちょっと少なくするのっていうのもありだとは思います。コーヒーはですねこのバスケットのすり切りですね、押し固めるというのはやりません。で周りの縁についたねコーヒーはきれいに取ります。
で IH 対応のインダクションなんですけど、日本のね IH の規格というのはもう様々あるので、稀にですねこう IH で感知しない、これがね反応しないっていう場合もあるにはあります。今回使用しますのはアマダダの IH プレとなりますね。弱火ぐらいがいいかなとは思うんですけど、そこはね調整していいと思います。早めにちょっと出す場合は少し火を強めてもいいですし、もっとじっくり入れたい場合は弱いね熱量でじっくりやってもいいと思います。撮影のためにこれね蓋開けてこう撮影してますけども、本来はこのようにね蓋は閉めておいてください。ちょうどねこの抽出が始まった時にここからブシューッとね出てしまう可能性があるので、やけどなんかねしちゃうと大変なので、通常は蓋を閉めて抽出をしてください。液面が下こうね少しこういう風に溜まってきた時点でもう火は止めてしまって大丈夫です。あとはね余熱で抽出が続きますので、たまにねこうマキネッタ使う方、こうプシューって出てもう終わっているのにずっと火にかけたままこうやろうとしちゃう方いるんですけど、火にねかけすぎると過抽出になってしまうので、そこはね気をつけてください。こんな感じでね止めてもその後余熱で抽出がされております。もうね火は消しております。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたのでいただきます。おいしい。いやほんとね濃厚で美味しいコーヒーが入っております。で通常ねこのマキネッタで入れたコーヒーというのは本当エスプレッソもどきって僕はたまに言うんですけど、完璧なねエスプレッソと比べると、やっぱりどうしてもね、粘度とか濃度とかそういったものはねどうしても劣ってしまうんですね。ただもう本当にエスプレッソっていうのはね吸気圧の大型の機械でちゃんとねグバシーンと圧力をかけて、ああいったねものを作っているんですけども、それを家庭でね気軽に近いものを楽しもうというコンセプトで、ビアレッティ社がね開発したものなんですね。100年前に、エスプレッソに似たような濃厚なコーヒーを作る道具といった位置づけになります。すごくね濃厚でかなりエスプレッソに近いんですよ。エスプレッソっていうとねあんまりこうやってストレートで飲む方、いらっしゃらないとは思うんですよね。砂糖とかねイタリアの方ではこう砂糖とかこう結構入れてでクッて飲むっていうのがね、エスプレッソの飲み方かなと思うんですけど、日本だったらねもうカフェラテとかねはすごい流行ってると言いますか、美味しくみんな飲んでますよね。マキネッタで入れたコーヒー、もちろんね僕はねストレートで美味しい豆で入れるならば十分ねこうキュッとそのままストレートで僕はね好きなんですけど、この濃厚なねコーヒーをミルクと合わせて飲むとね本当にねこうもういわゆるカフェラテの味にかなり近いテイストになりますので、すっごく美味しいです。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。